家康と瀬名。どうする家康に学ぶ日本史。真実の瀬名の姿。瀬名が徳川家康に処刑された理由には様々な説が存在するが、やはり本当は瀬名が家康を裏切ったためだとする資料が圧倒的に多い。ドラマや小説ではいろいろと脚色されているが、残された多くの資料から本当の瀬名の姿を浮き彫りにしてみよう。瀬名は今川一門の関口氏純の娘で、母は今川義元の叔母とも妹とも言われている。当時の戦国大名の中でも今川氏は格式が高く、瀬名は結婚後も今川一門としての権威とプライドを持ち続けていたと思われる。ところが桶狭間の戦いで今川義元が討たれると、瀬名の徳川家での権威は失墜する。さらに家康が今川氏真を裏切って織田信長と同盟を結んだために、父の関口氏純が切腹となったことで、瀬名は家康を恨んだとも言われている。そのため瀬名と家康の夫婦関係は冷え切っていたようである。岡崎当選記には、家康が浜松城に移った時に瀬名は岡崎城下の菅生の築山に残ったことから築山殿と呼ばれるようになったと記されている。一説には瀬名はこの時に家康に離縁されて、正室という地位から単に信康の母という立場に落とされたとも言われている。瀬名の鬱屈した怒りは今川家を滅ぼした信長の長女で信康の妻となった五徳に向けられた。松平記には信康との間に女児しか産まない五徳に瀬名は辛く当たったと記録されている。さらに瀬名は元武田家臣の娘で絶世の美女を信康の側室にしたために、信康は五徳を構わなくなったとも言われている。1575年天正3年岡崎町奉行の大岡弥四郎らによる謀反未遂事件が勃発する。弥四郎らが武田勝頼と通じて武田勢を引き込んで岡崎城を乗っ取る計画が未然に発覚して、弥四郎らが処分された。松平記にはこの頃に瀬名が歩き巫女を通じて武田と通じて当位の滅敬と謀反計画を練っていたとされている。つまり大岡弥四郎事件も瀬名が中心となって謀反計画を企てていた可能性が高いのである。また家忠日記には1578年天正6年に瀬名から家康家臣の松平家忠に直接書状が送られてきたことが記されている。書状の内容は不明だが、元大名夫人が家臣に直接書状を出すことなど当時としては異例である。瀬名と信康が謀反を計画して多数派工作を行っていた証拠である。謀反計画は瀬名が主導して信康が巻き込まれる形で推移する。信康のそばにいた五徳が異変に気づかないわけはない。当時の常識として姫が嫁ぎ先の異変を実家に連絡するのは当然で、もちろん五徳も信長に報告したに違いない。江戸時代に書かれた三河物語には、五徳の12か条の訴状という讒言のために瀬名と信康が処刑されたと書かれている。
かしこれは幕府を絶対とする徳川士官による創作であろう。瀬名と信康の不審な動きを知った家康はついに瀬名と信康の処刑を決断する。新朝後期には織田方から見た瀬名・信康事件の概要が書かれている。それによれば瀬名と信康が家康に逆心を抱き謀反を企てたために処刑されたとしている。徳川士官には左右されない冷静な目で記録された貴重な資料である。信頼できる資料からは瀬名と岡崎三郎・信康は家康への逆心を起こし、そのため家康に処刑されたようである。そして残念だが最終的には瀬名は悪女だという結論に達するのである。